本当に使えないクズね。我が社に能なしは必要ないのよ。早く消えてちょうだい。いつものように投げつけられるひどい言葉。俺は声の主に気づかれぬようため息を漏らしていた。能なしも何も雑用ばかりを押し付けてくるくせに何の能力がわかるって言うんだ。あんたみたいなお荷物社員の面倒を見る義務なんて会社側にはないと思わない？ねえ、ちょっと、なんとか言いなさいよ。はあ、昨日質問に答えた途端、勝手に発言するなと言われたので黙っていました。揚げ足を取ってるんじゃないわよ。平社員のくせに。ふんと鼻を鳴らして去っていく高木課長。バンと大きな音を立ててドアが閉まり、廊下に響き渡るヒールの音がすごい勢いで遠ざかっていく。やれやれ、いちいち騒がしい人だ。俺は田畑敦37歳。ここ、大野システムズで働く一般的なサラリーマンだ。少しだけみんなと違っているのは、転勤や移動がものすごく多いってことくらい。それからさっきの騒々しい女性は、つい最近アメリカ支社から赴任してきた高木課長。なんでもハーバード大学を卒業して、そのままアメリカの有名企業に就職したというスーパーエリートなんだそうだ。そんなすごい人が大野システムズのニューヨーク支社に転職を希望してきた。当時は本社でもかなり話題になったらしい。高木課長はもちろんすぐに採用され、それから1年も経たずに日本本社へ経営戦略課の課長として赴任してきたというわけだ。あんなにきつい性格だとは知らなかったけど。田畑さん大丈夫ですか？俺たちいつも何もできなくて。ああ、気にしないで。全然大丈夫。それより新しく作ってるデータのまとめ、あまり時間がないんですよね。高木課長が席を外しているうちに手伝えることがあれば引き受けます。どんどんこっちに投げてください。ありがとうございます。田畑さん入力も確認も早いし、本当に神っす。経営戦略課にはとても優秀な人材が集まっている。それでもこうして俺なんかを頼ってくれるんだからありがたい。この課で働くことができるのもあと3ヶ月ほどだから、後々楽をするためにも今のうちにやれることをやっておこうと思う。そう、3ヶ月後には俺はまた移動することになる。高木課長にはその理由を話したが、信じてはもらえなかった。これは高木課長が赴任してすぐのことだ。彼女は対面初日から俺に対しての態度が厳しかった。部下の経歴調査に目を通した課長には、俺はあまりにも役立たずで各部署をたらい回しにされている無能な男としか映らなかったようで、そのことについて随分とネチネチ言われたものだ。あまりの対応に困り果て、俺は事情を話した。他の管理職や役人には伝えてあることを彼女はまだ知らないんだろうと思ったから。これは管理職以上の人間にしか知らされていませんが、実は私は次期社長になることが決まっています。一瞬目を見開いた高木課長は失笑し、その笑いは徐々に大きくなっていった。次期社長ですって？もう、冗談は顔だけにしてちょうだい。何バカみたいなこと。いいから仕事に戻りなさい。いつものようにトイレと給湯室の掃除、コピー機の清掃と用紙の補充。せっかくの報告は笑って流されてしまったが、俺が次期社長になることは事実だ。そういうつもりでいるようにとはっきり言われたのは入社して10年経った頃のこと。あまりにも移動が多いことに俺自身も疑問を抱いていたが、すべては社長の企てだった。新入社員研修のコンペで俺に注目してくれた社長が将来の後継ぎ候補に会社全体のことを把握させようとしていただけ。よくよく考えると無茶な話だけど、そういうことらしい。
俺からしてみると役職にもつかず、いろんな部署を回るのはただただ楽しかった。おかげで本社の各部署に加え、国内の支社や工場を回り、若いうちに海外支社での仕事も経験することができた。社長の目論見通り、大野システムズのいろいろな面を知ることができたというわけだ。さすがに海外支社へは移動じゃなく長期出張という形で行っただけだけど、とてもいい経験をさせてもらったと思う。それにしても、俺の話が信じられないからって、冗談は顔だけにしろなんて。俺はそんなにふざけた顔をしていただろうか。田畑さん、大丈夫ですか？おーい。大野さん、すみません。何か用でしたか？声をかけてきたのは同僚でもある俺の恋人、千里だ。8歳年下の千里が入社した時、指導担当になった縁が今は違う形で続いている。言っておくが、俺が強引に誘ったわけではない。彼女の方から熱心にアプローチしてくれたんだ。社長に就任することもあって、まだ職場では秘密にしている関係だ。いえ、用というか、手を止めたままぼーっとしてたので、どうしたのかなと思って。どこか具合でも悪いですか？ごめん、大丈夫。いや、俺の顔ってさ、ふざけてるかな？凛々しい眉毛と長いまつげで、キリッとしたいいお顔だと思いますけど。千里は不思議そうな顔をしながら言ってしまった。返された言葉に俺は安心して、口元が緩んでしまうのを必死に抑えた。どうやらそんなにふざけた顔ではないみたいだ。いや、俺にはやることがあるんだから、そんなこと気にしている場合じゃないだろうっての。話は戻るが、高木課長の冗談は顔だけに発言があった日の午後のこと。俺は廊下で出くわした総務部長と挨拶を交わすうち、突然高木課長のことについて聞かれた。とても優秀な人材だと聞いているが、実際近くで働いてみてどうですかと。そうですね。仕事は早いし、指示も的確だとは思いますが。口ごもる様子に何かを察したのか、俺はそのまま社長室へと連れて行かれた。中には各部の部長や役員が数人いて、社長とお茶を飲んでいるところだった。これは不定期で行われているラフなミーティングだ。総務部長に促されて高木課長の言動を話すと、みんな顔を真っ赤にして怒り出した。俺は慌ててみんなを諌める。仕方ないんですよ。私が社長として就任することをまだ知らないようですから。ただ、私の口から伝えたところで信じてもらえず困っています。俺が言うと、今度は顔を青くする一同。俺の社長就任は決定事項だったから、当然誰かが話しているもの、知っていて当然のことと考えていたようだ。でも、次期社長についてのことを赴任したばかりの課長に話すなんていう責任は誰にもないとは思う。次の管理職会議なんかがあれば自然と話したかもしれないけど、まだ課長になって1週間と少ししか経っていないんだから。しかし、次期社長について知らないにしても、高木課長の対応はおかしいんじゃないか？移動が多いというだけで何の確認もせず無能扱いとは。まずは私なり人事なりに確認してみるべきだろう？社長の言葉にまずは説明して話をしようとみんな立ち上がる。それをすかさず人事部長が止めた。何があったのかを確認する。社長のおっしゃる通りです。ちょうどこの場で皆さんにお話ししようと思っていた件があるんですが。そして俺たちはある話を聞かされる。高木課長のことはしばらくの間一緒に働いて俺自身で判断してほしいとその場にいた全員から頼まれてしまった。それから仕事らしい仕事を与えてもらえず雑用ばかりの日々が続いている。相変わらず
高木課長からの罵倒や嫌味は増すばかり。無能、低能、役立たずに給料泥棒、グズにのろまに、あとはなんだっけ。毎日毎日侮辱し続けられるのは期間限定だと分かっていてもかなり辛いものがあった。会社に来るのが嫌だなんて思ったのは初めての経験だ。俺は精神的なダメージを負いながらも高木課長の目を盗んでみんなの仕事を手伝ったり、今後のプロジェクトや効率アップのシステムを考えたりして過ごしていた。ちなみに経営戦略課のフロアにある給湯室とトイレはいつもピカピカだ。コピー機の用紙だって常に切らさないよう気をつけている。その合間に俺は高木課長の様子をしっかり観察していた。かなり仕事ができる人だと思う。ただ、人に対しての接し方は本当にきついものがあった。女性社員には男性社員よりもかなり優しいようだったから、それだけは救いだった。そして3ヶ月の時間が流れた。今日は大野システムズの入社式が行われる大切な日だ。俺も新調したスーツに身を包んで会場に向かう。予定よりも少し遅れてしまい、俺が着いた頃には、社長をはじめとした上層部と管理職一同が会場前の廊下に集まっていた。すいません、遅れてしまって。ああ、田畑くん。まだ時間前だ。大丈夫だよ。田畑？なんであんたみたいな無能人間がここにいるのよ。優しい大野社長の声とは対照的な嫌みったらしい声がぶつけられる。なんでと言われましても。本当に恥ずかしい底辺野郎ね。今日は私たち管理職以外の人間は来なくていい。ああ、もしかして雑用係として名乗り出たのかしら。それとも自分の無能っぷりに気がついてもう一度入社からやり直すつもり？ケラケラと笑いながら馬鹿にしてくる高木課長。周りがドン引きしていることにも気がつかず、無能だ、クズだ、給料泥棒だとわめいている。帝国となり、俺たちはそんな課長を横目に会場に入っていった。ちょっと待ちなさい、田畑。席順は決まっていないと言われたものの、常識的な序列というものがある。けれど、高木課長はそんなことお構いなしに、他の皆さんを追い越して、社長の隣に座ろうとしてきた。だが残念。俺は一足先にそこに座った。どきなさい！っていうか、なんでこんなとこまでついてくるのよ！ずうずうしい！出て行きなさい！会場内には新入社員たちがたくさんいる。来賓の皆さんも入場して席に座った。高木課長はその状況を気にしながらも小声で必死に詰め寄ってくる。大野社長が黙って着席するように言うと、しぶしぶ俺の隣に座った。部長たちもわざわざ一席分空けて座らなくたっていいのに。司会の挨拶で入社式が始まった。式次第の一番目は開会の挨拶。そのまま司会の声がマイクを通して会場に響く。それでは大野システムズ社長挨拶。ほらほら社長、出番ですよ。高木課長は小さく拍手をしながら俺越しに大野社長に話しかける。だけど呼ばれるのはもちろん大野社長ではない。新しく就任されました田畑敦社長、お願いいたします。俺は立ち上がり壇上に上がった。あらかじめ考えてあった挨拶を始める。話しながらも一列目に座っている高木課長の顔はよく見えた。彼女は顔面蒼白でガタガタと震えている。いやいや、だから言っただろう。俺は次期社長になることが決まっているって。社長、もとい大野会長の顔をちらりと見ると満足そうに微笑みながらうなずいてくれた。というわけで、偉そうにも社長としてお話ししましたが、私は皆さんと同じく新しい立場に置かれて1日目の新米です。
失敗することもあるし、壁にぶち当たることもあるでしょう。ですが、私たちは一人ではありません。互いに切磋琢磨しながら、大野システムズで働く仲間として共に頑張っていきましょう。大野システムズへようこそ。拍手が起きて、俺は席に戻る。次に挨拶するのは、元社長である大野会長だ。マイクの前に立った大野会長は、社長を卒業して新米の会長になりました大野です。と笑いをとっている。これからは会長として、顧問として、俺の業務をサポートしてくれる予定だ。ちらりと右隣の高木課長を見ると、壇上を見つめながらも呆然としている。彼女はまだ納得がいかないようで、そのうちブツブツと文句を言い始めた。何よ、卑怯者。社長になるなんてこと。言いました。そんなの冗談だと思うに決まってるで。決まってるじゃありませんか。黙っているなんて男らしく。会長がお話ししています。今は黙って聞いてください。俺との話は後でゆっくりしましょう。高木課長はぐっと言葉を詰まらせて黙り込む。膝元に置いた手が式の間ずっと小さく震えていた。そして入社式が終わり、みんなが懇親会場へと移動した後、静かになったホールの中で、俺は高木課長と二人向き合っていた。社長は懇親会場に向かわなくていいんですか？怖がっているのか強がっているのか、随分と震え声だ。もちろん向かいますよ。でもまずは、高木課長とのお話を済ませてからです。それは、やっぱり私を。まずは私の話から。少し前に人事部長から高木課長のアメリカでのことを聞きました。ですが、どうも不可解な点があったようで。不可解ですって？俺は高木課長に人事部長から聞いた話をした。アメリカ支社に面接を受けに来た高木課長は、働いている有名企業でひどい差別をされていると話したそうだ。日本人だから、女性だから。実力はあるのにそんな風に冷遇されることがとても多いと。大野システムズのアメリカ支社は本社が日本だし、日本人の社員も多い。だから雇ってもらえれば差別などされずに実力を発揮できると思った、と泣きながら話していたらしい。何せ優秀な経歴だった高木課長をよその企業にやるのは惜しい。アメリカ支社の人事は課長の話を信じて採用し、そのまま日本本社の人事部長に伝えて本社へ赴任することもトントン拍子に決まった。しかし人事部長は高木課長が日本に赴任する直前に、先ほどの県の有名企業の人と話す機会があったそうだ。そこで高木課長の話題になり、彼女が言ったのとは違う話を聞くことになる。新しく上司になった男性が高木課長の横暴な態度、同僚を馬鹿にする態度などを注意したが、彼女はそれを聞き入れず、改善するどころか余計にひどい態度を取るようになったそうだ。そこに人種差別や女性蔑視などはまるでなく、ただただ本人のためを思っての注意に見えたらしい。その方は呆れたように言ったそうです。彼は根気強く注意し続けたんだけど、あまりの反抗的な態度に同僚たちが彼女を避けるようになってしまってね。部署の違う俺たちから見ても他人を蔑み差別していたのは彼女の方だと思うよ、と。人事部長はあなたに実力があってこの会社の人間とうまくやってくれるなら真実がどこにあろうと問題ない。後の判断は私に任せたいと言ってくれました。さて、何か言いたいことはありますか？言いたいことって。だって、彼は何かにつけて、日本人はとても細やかな気遣いができるはずだろうとか、君は女性なんだからもっと優しく伝えてみたらどうだとか言ってきて、だから私も腹が立って。それは差別ですか？育った国や性別を馬鹿にしているわけではなく、どちらかというと、
高木課長の持っている力を活かせと応援してくれているように感じますが、もちろん人によって受け取り方が違うのは分かっていますけど、俺が言うと高木課長はハッとした顔をする。そうよね。そうだったのかもしれません。でも、私、あの時は一人で辛くて。田畑社長、本当に申し訳ございませんでした。私が今までしたことを考えると、クビにされても当然です。でも、できることなら、私にもう一度チャンスを。その前に、一つだけ聞きたいことがあります。俺は思い詰めた顔をしている高木課長に向かい、にっこりと笑った。月日は流れ、入社式の日から2ヶ月が過ぎた。あの日は着られている感が満載だった新入社員たちのスーツ姿もだいぶ様になってきている。もちろん俺ももっと楽をするために毎日しっかり働いている。あつしさん、今日は何が食べたい？そうだな、ハンバーグとかいいな。わかった。じゃあ材料を買ってから帰りましょう。恋人から婚約者になった千里が隣で微笑む。結婚式まであと半年か。なんだよ、嫌になったか？そんなわけないわよ。待ち遠しいだけ。父さんもバージンロード歩くの楽しみにしてるのよ。ああ、やだな。大野会長、千里の手を離してくれなさそうで。あははと笑う千里を横目に、俺は本気で心配していた。まあ、俺たちが付き合うと報告した時も大喜びしていたし、大丈夫だとは思うけど。ちなみに、俺の就任後に交際していることを明るみにしたけど、誰も驚かなかったし、だから社長になれたのかなんて悪く言う人もいなかった。むしろ、社長になるくらいの人だから千里が惚れたんだろうと納得されてしまったくらいだ。いい人ばかりの職場で本当にありがたい。そういえば今日ね、高木課長が差し入れを持ってきてくれたの。なんかすごく甘い海外のお菓子。へえ、そうか。苦手な人もいたみたいだけど、私は美味しかったな。高木課長はうまくやっているようだ。もともと俺に対して異常に当たりが強かっただけで、彼女は本当に優秀な人だった。一度振った仕事の出来を見て、向き不向きを判断しているのか、向いている仕事ほど多く割り振って、高パフォーマンスを発揮させている。すごいのは、その人の苦手そうな仕事も回していくこと。注意深く見てみると、その人の実力より少しだけ高いものを渡しているのが分かった。あれなら無理せずレベルアップすることができる。あとは、ほんの少し人間関係に気をつけるだけで尊敬されるいい上司になれるだろう。本当に俺には当たりが強かったけど、歩きながら入社式後の会話を思い出す。一つ聞きたいことがありまして、アメリカでの上司に恨みがあったのは分かりましたが、それを引きずっていたなら上の人間に対して辛く当たりません？どうして部下である私が一番きつく当たられていたんでしょう？それはちょっと。遠慮はいりませんから。では、実は。あつしさん、どうかした？心配そうな千里の声に現実に引き戻される。俺は口を開きかけて思い直し、何でもないと答えた。インド人だった元上司に顔がそっくりだから。そりゃ、冗談は顔だけにしてって言いたくもなる。でも俺、普通の日本人顔だと思うんだけどな。あつしさん、信号変わっちゃ。早く早く。横断歩道を渡る千里に呼ばれ、俺は慌てて追いかける。これから数十年、大切な人と共に生きて、それからまた数十年、共に老後の生活を送る。
明日もまた仕事に励もう。未来の自分と自分の大切な人たちが少しでも楽をできるように、楽しく生きていけるように、